フライトジャケット塾番外編です。こんにちは。もちろんこちら塾長マジックソンズ亀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回はジャンキースペシャルカルロス西です。よろしくお願いします。今日はですね、お二人揃って立ってる貴重な機会なんですけれども、こちら我々の方でね主催させていただいているレーザーズデー、もう昨日今日と2日間もう間もなく終了を迎えるタイミングになってきました。レーザーズデーでダーンとこの後ろですね、マズリクソンズのブースありまして、そこをジャンキースペシャルさんがね、運営しているという、そういう感じでやってるんですけれども、ここはねかなり硬派ですね。マズリクソンズいろいろありますよね。レザーズデーだからといってもちょっと気持ちとしてカットソーも置いちゃおうかなとかデニム置いちゃおうかなとかって思うのが人の心です、だけれどもかたくなに革しか置いてないですさすがこのイベントの趣旨を汲み取っていただいて、ありがとうございます。どうでしたか、今年2025年、レザーズデーは。いやこう言葉で、なかなか言うのがなかなか難しいんですけど、とにかくすごかったですね。ちょっと簡単な言葉になっちゃうんですけど、来ていただいたお客さんのその熱量とか、もう十分に感じて、とにかくすごかった2日間だったなと。ずっとなんか人いっぱいで、今やっともう終了間際ということでね、やっと入れる状況になったんですけど、僕は入れなかったですからね。中でも注目は、ちょっといいですか、今中入れるかな、まだ見てらっしゃるお客さんいますが、ちょっと見せてもいただきましょうか。注目を集めていたのはやっぱりこの辺がすごかったですね。そうですね、やっぱりフライトジャケットの、最も代表格と言われるA2ジャケット、こちらを求めて、来られる方が、かなり大半多かったかなと。ちょっと一個ずつ見せてもらって亀井さん、こちら、もうねすっかりおなじみになりましたね。去年からアカリブをリニューアルしまして、好評いただいているもう定番のもうラインナップに加わっております。やっぱり注目度高かったですか。そうですね。やっぱアカリブっていうのはすごい、この濃いシールブラントのコントラストがいいですよね。ここね魅力的ですね。で私もね今日 A2 で参加させていただいてるんですけれども、ありがとうございます。なんかこうわーって盛り上げたいんですよ。お願いします。私も同じラフウェア着させていただきます。これがまたね、昨日ちょっと雨降ってたじゃないですか。ですね。僕ねタバコ吸いに行くときに、わざと雨に打たれてちょっともうこれなんなって。じゃあ昨日は恵みの雨だったんですね。そうなんです。もうエイジングにはもう格好のみんな傘貸しましょうかって入りますなんて言ってくれる人いっぱいいたんですけど、いや今育ててるんでやめてください。すごいそれで雰囲気が作られてきて、もう大満足です。これ松島さんが着てるサイズは46。今回ねジャンキースペシャルさん、別注が恵みの A2 なんです。46と48というサイズ。カタログに載ってるのだと44まで。これが46、8が出たんで、やった俺いけると思って、前閉まると思って、私46。もうこれでやっと A2 が着れるようになりました。そうなんですよ。あと一応こちらのエアロレザーのこちらのモデルも46、48うちご用意しているので、お客さんが言ってました。僕より大きな方が僕はエアロレザー行きましたからという方をエアロレザーの48行きましたっていうお客さんが、本日も早速その大きいサイズが売れてました。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ売れてますね。意外とここに来てる会場に来てる方、なかなか俺と張るなーっていう大柄な人、結構いるんですよ。いらっしゃいましたね。やっぱりそういう方たちにはもう本当に救いの A2 なんですこれ。もう本当そのままの言葉を言ってるお客さんが結構多かったんで。そうですか。で今年のブロンコと、こちらですね。これはまたちょっと雰囲気が随分違う A2 そうですね。先ほどのそのラフウェアとアカリブの方は割と濃いめのシールブラウン、こちらはラセットブラウンという、これも軍の規定色の一つ、赤茶色
でここに過去のバズリクソンズのサンプルですよね。はい、着込みサンプルと過去のバックペイントのサンプルですよね。ここでもラセット・ブラウンなんかも、はい、こういろいろ展示されてるんで、お客さんからしたらね、このイメージが湧きやすいですよね。デニムと同様にこれ実際履き込んだら着込んだらどうなるんだろうっていうなかなか想像もつかないお客様も結構多いと思うので、まあ見て分かりやすいように、まあこんな風に着用すると経年変化していきますよっていう。至れり尽くせりのイベントというかブースになってますよ。はい、ありがとうございます。これは本当に。でプラス今回バズリクソンズ今シーズンはカタログご覧になっていただくと分かるんですけども、海軍スタートになってるので US ネイビー推しでもあるので、もうね亀谷さんも2日間 G1 でしたもんね。G1 で G1 で表紙もバズリクソンズは今年のカタログ表紙も G1 だし、やはりその例年に比べると G1 の売れ行きとか、予約も結構な感じで入ってましたので。でもやっぱり最初に A2 買った人がもう次、亀谷さんを見てカタログを見て俺もちょっと G1 も着てみたいなって思っちゃいますよね、これは。僕はちなみに山の尺なんで、去年 G1 今年 A2 なんですよみんなと逆なんですそうなんです。なるほど。いやでもね、本当あとね、僕旗からブースをずっと見てたんですけれども、まあね、ジャンキースペシャルの常連の方とかも随分いたけど、先ほど外国人の方も来てたし、あと一番驚いたのは若い方、それは感じましたね。本当に感じました、若い方が多かったですね。多かったですね。で A2 見ていいんじゃないいけるとかって、これいけんな、いけてんなみたいな、こうヤングな会話を聞いて、逆に俺は新鮮でした、逆にその若い方がそのレザージャケットを購入されると、それから自分もこう年齢を重ねていくうちに、そのレザージャケットも長いこと付き合える、エイジングが、20代だったら50年切れちゃいますもんね、としたら。それは若いうちからトライしてほしいですね。だからその年齢を重ねた渋みとジャケットの渋みが一致するっていうね。一緒に成長していくわけですね。体型維持だけですね、問題は。ですよね。やっぱり私今日接客していて、今回 A2 買うの初めてなんです、革ジャン買うの初めてなんです、って言っていただいた方が、バズリクソンズの A2 買われたり、G1 系統買われたりしているので、先ほど聞いたその若い方とか、革を買うことが初めてっていう方が多かった印象は本当にあります。うちの20代の若手スタッフ、初めての革ジャンこの間買わせていただいたんですよ、ジャンキー。ありがとうございます。ありがとうございます。僕も付き合ったんですよ。ありがとうございます。ね、ファースト革ジャン、やっぱり G1 行きましたね。行きましたね。あれは今日ありますか？あります。こちらですね。これが今日ずっと着てましたけど、ちょっと亀谷さんから紹介していただきましょう。G1 系統でも割と初期のモデルにあたる AN6552 とです。AN というのはアーミーネイビーの頭文字の略ですね。で今回はですね、このゴートにすごくこだわってみたんです。この以前にも紹介したと思うんですが、この脂肪感、荒々しい脂肪感をより強調するなめし方をして、最後に手作業で職人さんがワックスをすり込んでいるので、こう触った時のこのもう味が出そうだなって予感できるような質感。いやもうね、ビジュアルが確かにいいですね。なんか迫力ありませんかこれ。そう、置き姿が様になりすぎる、かっこいい。ファースト革ジャン、彼は G1 がいいって言う前に、この革がいいって言って、なるほどですね、これがいいって言って、ファースト革ジャンをこれに決めたそうです。実際カタログとかもご覧になって、実際ここで着用したらもう今日買っていきたいっていう方も結構いらっしゃいました。もう買われて帰りました。これはね、ずるいです。もう見たらやっぱりね、だって美味しそうだもん。この皮、これはちょっとすごい言うわけですよ。また経年変化も楽しみですね。そうなんですよね。
この革で今まで作ったことある？ないんです。ない、初めて。はい、モデルはあるんですが、このワックスゴート、アニリンのワックスゴートは初めてなんです。みんなじゃあ、なのでまあ商品としてもインパクトありますし、皆さん試着率も高かったですし、やっぱりそうですか。はい、気にされてますね。はい。いやここね、全部揃ってるっていうのは、試着し放題だったわけですよね。はい。すごいみんなね、ワクワクしていい顔で試着してましたよ。いや本当ですね。もうなんかもうその顔を見てるだけで、やっぱりこちらも幸せになるというか、売れることはもちろん嬉しいんですけど、それ以上にこのねバズリクソンズのことを知ってもらったり、フライトジャケットのことを知ってもらったり、はたまたねジャンキースペシャルを知ってもらえるっていう喜びの方がやっぱちょっと大きいかなっていう。なんかいいイベントやってますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと嬉しいな。ありがとうございます。ちょっと質問していいですか？はい。西さんがこう触れてって僕に訴えかけてる感じのものが何かあるんですけど、さっきからずっと早くここに振ってよっていう顔をされてるんですけど、こちらは今回バズリクソンズから同じタイプのもの、カウハイドのパース、レザーのパースはリリースはされているんですけど、今回このレザーズデーの会場限定で、そのリリースされているものよりちょっとサイズアップしたものを別注で今回、こういうのってこう結んで手に持つものかと思ってたんですけど、こうなんていうんですかね、サコッシュみたいにそうですね、斜め掛けできます。紐長いわけですね。あとはもうこの長さの調節もこういうふうに長くしたり、もうちょっと短くしたりっていうのも、めちゃくちゃこれはできます。いろんなもの入りますもんね。はい、入ります。結構内容あるので、財布でもスマホでも、一通りのものは入ります。しっかりこれバズリクソンズってこう夜勤が焼き印なんですねこれ。また西さんはもうすごいですね。早速カスタムしてすいません。ドクタグつけたり、ピズマークつけたり、これはすごいちょっとね。アピールがすごい強かったから、結構お客様もこれ見て、ああいうふうに使えばいいんだとかっていう、イメージにもつながるかなと。実は昨日今日会場内でこれを西さんと同じようにつけてる方々、持ってる方々たくさん見ました。もう嬉しい限りです。嬉しい限りです。僕大きさ違うんだっていうのを今説明聞いて初めて分かったんですけど。そうですね、一回りちょっと大きくなっているので、ちょっと、もちろん使い勝手は人それぞれなので、使える幅っていうのはちょっと広がっているかなと。実際これなんかミリタリーであったんですか？実はですね、この M43 ブーツ、これのスウェードを使ってます。同じ革？はい、同じ革です。で、じゃあこの靴持ってる人は、絶対持たなきゃいけないやつじゃないですかこれ。ただ靴用の革はちょっと分厚いので、パースにするようにちょっとすいて柔らかくして。ちょっと触ってみていいですか？でも結構厚みありますよこれ。なんか思われがちなのはこの靴を裁断した残りで作ってんじゃないかというイメージになりやすいんですけど、そうじゃなくてこの面積は捨てないであえてこれ用に。そうです。それそうですよね。すごく相性もいいです。ミリタリー。そうですね。こういう存在イメージもありますので。そういう裏話があったんですね。いや、いろいろ考えますね。しかしでもこれもほぼなくなっちゃってますもんね。本当にもう本当そうなんですよ。西さんが買っちゃいけなかったんですよ。確かに。私がね使って売れるっていうよりも私が買わなければよかったですね。すいません。お客さんでもなくなっちゃったんですね。ということでですね、2025年このレザーズデーも我々も良かったですけど、こちらのブース、バズリクソンズのブースも大成功ということで、よろしいですかね。また来年もお願いしますね。こちらこそよろしくお願いします。このイベントでは貴重なミリタリーブースですから。唯一の。もうそうなんですよ。ミリタリーブースとしても頑張ってもらわないといけないんで。会期中はもうほぼ茶色い革ジャンを着た軍人だらけなんで。そうです。正直でも今年 A2 率が去年より多かったと思いません？そうですね。僕ね A2 着てる人多いなと思ってたんですよ。で去年は A2 推しだったところがあったと思うんですけど、
今年は G1 推しになってるから、はい、多分来年は G1 が増える、G1 がすごい増えるんじゃないかなと勝手に思ってます。はい。はい。いやレザーズお疲れでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや大盛況でしたね。いや本当に、もう休む暇もなくあっという間にもう時間が過ぎてしまいました。だって俺亀谷さんに喋りかけたかったけど、はい、全然そんな暇なかったもんね。はい、人がいっぱいで、はい、盛り上がりました。盛り上がりましたよ、はい、今回は。だけど今回のバズって海軍推しじゃない？そうですね。もうカタログとか見せ方も、そうですよね、はい、US ネイビー推しで、俺ね、はい、アメリカこの前一緒に行ったじゃないですか。そうです。まあその時からもう前評判は聞いてたんだけど、AN6552 あれ生で見たら、はい、俺正直言います、はい、生まれて初めて、はい、ゴートが欲しいと思った。お、本当にこの間オーダーしていただきましたよね。そうなんですよ、はい、それがこちら。うわこれ分かるかな、この透明感っていうの、これ何回も何回もこう染料で塗って、はい、で最後にワックスだ。この色の深み、はい、太陽光で見るとね、もっとこの深みがバッしますから。ですよね、はい、いやだって東海岸をねずっと車で1日5時間とかのドライブをずっと続けてる間にそういう話ずっと聞かれたら、はい、それは欲しくなるよね俺もしかも毎日なんだけど実物を見た時にバン来たの。あとこの脂肪感ね。そうこの脂肪感とかがさめちゃくちゃ迫力あります。これ迫力あるし、でこの色とかが本当に太陽光で見た時のこのいい意味でのムラ感とか、はい、透明感とか、はい、そういうのが俺すっげえなと思ったね。こうやって触るとこの手に吸い付くような、指に吸い付くような、もう離したくなくなる、ずっと触っていたくなるような。だから前にこの前ジャンキーで、のイベントで、はい、俺ずっと触ってたの。触ってました。たまんねえ。はいはいはい。いや俺分かりますもん。はい、あと育てがいがありそうな予感がしません？予感がします。はい。本当に、はい、どういうエイジングするのかなっていうのは、ぶっちゃけ牛とか馬は何回も何十着って来てるから分かるんだけど、ゴート偏差値が俺そんな高くないから、すげえ楽しみなの。まあそういう方も多分多いと思うんですよ僕、はい、だから今回そのゴートのね凄みを、脂肪の立ったゴートをね、はい、体感していただきたいと思ってこの皮作りから始めました。最高ですよ。だから俺決めたの、今シーズンはねこの AN6552 を着込む、ありがとうございますっていう感じなんでね。いや本当にちょっとそういう、だから来年のレザーズデーでは、はい、またそのエイジングをされた姿をね、はい、披露できるかなとぜひぜひ思うんで、はい、またねちょっと今年ももうイベント終わりましたけど、来年もね、はい、またお互い皮好きとして突っ走りましょうということで、はい、また来年までまた夜ね、皮談義で一杯やりながら、そうですよ、はい、またぜひぜひそれもやんなきゃいけないんで、もうなんかスコードロン飲みみたいになってる、なんですけどね、ぜひ本当によろしくお願いします。今回は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。